宇宙の始まりは約138億年前のビッグバンと呼ばれる壮大な出来事から始まったと考えられています。この瞬間、時間、空間、エネルギー、そして私たちが知る物質がすべて誕生しました。このビッグバンを起点に宇宙は膨張を続け、現在のような広大な姿に成長したのです。この膨張の速度を示す鍵となるのがハッブル定数と呼ばれる値です。これは遠く離れた銀河が私たちから遠ざかる速度を示し、宇宙がどれだけ早く拡大しているのかを表す重要な数値です。科学者たちはこの数値をもとに宇宙の膨張を逆算し、すべてが一点に収束するタイミング、すなわち宇宙の誕生時刻を計算しています。さらに、宇宙背景放射と呼ばれる微弱なマイクロ波の存在も宇宙年齢の証拠を補強しています。この放射はビッグバンの名残であり、宇宙誕生から38万年後に放たれたものです。この光は膨張と冷却を経て、現在はマイクロ波となり、宇宙全体にわたって一様に広がっています。科学者たちは、この放射の温度や分布を精密に測定することで、宇宙の膨張速度や進化の歴史を解明してきました。この手法によって、現在のところ宇宙の年齢は138億年と推定されています。しかし、ここで疑問が生じます。もし宇宙が138億年前に誕生したとするならば、宇宙に存在するすべての星々の年齢は、それよりも若いはずです。ところが、これに反する常識破りの存在が、科学の世界に衝撃を与えました。皆さん、HD140283 という天体をご存知でしょうか？通称メトシェラ星と呼ばれるこの星は、科学界を騒然とさせた驚異の存在です。その名前の由来は、聖書に登場する最長寿の人物メトシェラにちなむもの。この星が注目を浴びた理由は、その驚くべき年齢にあります。メトシェラ星は地球からわずか190光年という比較的近い距離に位置する星ですが、観測によるとその年齢は驚異の142億年。これは、なんと宇宙そのものの年齢である138億年をも上回る数字です。宇宙が誕生する前から存在していたという矛盾に、科学者たちは頭を抱えました。この星の年齢を測定するために用いられたのは、恒星進化モデルという手法です。恒星の色、明るさ、表面温度などの観測データをもとに、内部での核融合反応の進行を逆算し、その年齢を推定する方法です。このモデルに基づいて計算された結果、メトシェラ星の年齢は140億年以上と判定されました。計測誤差を考慮しても、この結果は130億年を大きく超え、なおも宇宙の年齢を超える可能性を示していたのです。科学者たちはこの矛盾を解明すべく、あらゆる角度から検証を行いました。観測データの見直し、モデルの改良、さらには他の恒星との比較も行われました。しかし、どれだけ精密に計算し直しても、結果はほとんど変わりませんでした。メトシェラ星の年齢は、未だ宇宙そのものの年齢を上回る状態が続いているのです。では、メトシェラ星の宇宙の年齢を超える謎は、どう説明できるのでしょうか？現在考えられている仮説の一つは、宇宙の膨張速度や構造に関する未解明の要素が、この矛盾を引き起こしている可能性です。例えば、ハッブル定数の値が正確ではない。あるいは、初期の宇宙で異なる物理法則が働いていた可能性も議論されています。また、メトシェラ星の形成が、通常の恒星進化と異なるプロセスを経たのではないかという説も浮上しています。このミステリアスな天体の存在は、宇宙に関する私たちの常識を揺るがし、さらに深い謎へと私たちを導いています。もしこの問題が解決されれば、私たちの宇宙観が大きく塗り替えられるかもしれません。逆に、この謎が解けないままであれば、宇宙の成り立ちに関する根本的な再考を迫られることになるでしょう。宇宙誕生直後の星たちと太古の記録者たち、メトシェラ星のような宇宙より古いとされる天体は、果たしてこの宇宙で特異な存在なのでしょうか？驚くべきことに、
科学者たちは似たような性質を持つ星々を次々と発見しています。それらは超金属欠乏星と呼ばれるグループに属し、その特徴は極端に少ない重元素の含有量にあります。これらの星々は宇宙が誕生した直後に形成された原始的な星々の生き残りだと考えられています。例えば、SMSS という星をご存知でしょうか？この星は宇宙初期に形成された星の中でも特に金属量が少ない初代星に近いとされています。重元素をほとんど含まないため、この星はビッグバン直後の純粋な水素とヘリウムから生まれた可能性があります。さらに、同じく注目を集めているのが HE15230901 や SDSS といった星々です。これらの天体も超金属欠乏星に分類され、その構成から宇宙誕生直後の環境が少しずつ明らかになりつつあります。超金属欠乏星はまさに宇宙のタイムカプセルと言える存在です。これらの星々を観測し、研究することで宇宙の初期段階に何が起きたのかを知る手がかりを得ることができます。メトシェラ星もまた、こうした星々と同様に宇宙誕生直後の痕跡を今に伝える存在なのです。これらの星々が持つ物語を読み解くことで、私たちは宇宙の起源にさらに近づくことができるのです。しかし、これだけでは終わりません。これらの星々の観測から得られる情報は、時に驚くべき矛盾を私たちに突きつけます。その矛盾の一例が、メトシェラ星の年齢をめぐる謎です。この謎は、宇宙誕生の歴史に対する私たちの理解を大きく揺るがし、新たな考察を促すきっかけとなっています。科学の限界と、新たな仮説、未知への挑戦。では、メトシェラ星が示す宇宙の年齢を超えるという矛盾を、私たちはどのように解釈すればよいのでしょうか？この疑問に対して、科学者たちはいくつかの仮説を提案しています。そのどれもが興味深く、同時に宇宙の神秘をさらに深めるものです。仮説1、超長寿星の可能性。最初の仮説は、メトシェラ星が宇宙誕生直後に形成され、その後、非常に安定した状態で、現在まで存在し続けているというものです。恒星は通常、その寿命を迎えると超新星爆発や白色矮星、さらにはブラックホールへと変化します。しかし、メトシェラ星のような低質量星は、各融合の速度が非常に遅く、理論的には数百億年もの長寿を保つことが可能です。この仮説が正しければ、メトシェラ星は宇宙誕生直後から存在し、まるで宇宙の成長をずっと見守ってきた観測者のような存在だと言えるでしょう。仮説2、宇宙年齢の再定義。次の仮説は、宇宙そのものの年齢が現在の推定値である138億年よりもさらに古い可能性があるというものです。宇宙の膨張速度を示すハッブル定数は、異なる観測手法によって、わずかながら値が異なることが知られています。この矛盾がハッブルテーションと呼ばれる現象です。この定数の正確な値を見直すことで、宇宙の年齢が再計算され、メトシェラ星の年齢と一致する可能性があると考えられています。仮説3、未知の物理法則の存在。最も大胆な仮説は、私たちがまだ知らない物理法則が、この謎を解く鍵となる可能性です。現在の宇宙論は、標準モデルと呼ばれる一連の理論に基づいていますが、このモデルにも限界があります。例えば、初期宇宙で異なる物理現象が働いていた、あるいはダークマターやダークエネルギーの振る舞いが、メトシェラ星の進化に影響を与えた可能性も考えられます。これらの仮説はいずれも簡単に検証できるものではありません。しかし、それこそが科学の魅力であり、挑戦する価値がある部分です。メトシェラ星が私たちに突きつけた謎は、宇宙誕生の歴史だけでなく、科学そのものの限界に挑む機会を提供しています。宇宙と私たち、次なる一歩を求めて、メトシェラ星のような星々がもたらす謎は、宇宙という壮大なパズルのほんの一部に過ぎません。しかし、それを解明する過程で、私たちは宇宙の起源や進化について
より深い洞察を得ることができます。そしてその先に待っているのは、もしかすると新たな宇宙観、あるいは科学そのものを根底から覆す発見かもしれません。学の歴史を振り返れば、私たちは常に限界に挑み続けてきました。地球は宇宙の中心ではないというコペルニクスの発見、重力波が宇宙空間を駆け巡っているというアインシュタインの理論、そして宇宙は膨張しているというハッブルの観測。これらの発見は当時の常識を覆すものでしたが、同時に新たな視野を人類にもたらしました。メトシェラ星もまた、こうした歴史の延長線上にある存在です。宇宙より古い星という矛盾は、私たちに科学が全てを解明したわけではないという現実を突きつけます。しかし、それこそが科学の本質です。未知を恐れるのではなく、それを好奇心と情熱で追い求める。この姿勢こそが人類が進化を続ける原動力となっているのです。メトシェラ星が提示する矛盾を解消することは単なる事実の訂正ではありません。それは宇宙という壮大なパズルの一部を解明することであり、私たち自身がこの宇宙の中で何者であるかを知る手がかりを得るということなのです。宇宙の謎と人類の未来、メトシェラ星を研究することには意外にも現実的な意義が隠されています。例えば、恒星の寿命や進化を理解することは地球外生命体の探索や銀河系の形成史の解明に大きな役割を果たします。銀河系の中で生命が誕生する可能性が高いハビタブルゾーンの条件を知ることは将来的に地球外文明との接触を目指す上で極めて重要です。さらに、恒星進化の研究はエネルギー生成や物質変換の新しい仕組みを解き明かす糸口にもなります。核融合反応や未知の物理法則が明らかになれば、私たちのエネルギー利用技術が飛躍的に向上する可能性があります。宇宙誕生の際に生じた膨大なエネルギーの性質を深く理解することは、未来のエネルギー革命への扉を開くかもしれません。宇宙と人類、その関係の再定義、夜空に輝く星々を見上げるたびに、多くの人は、私たちは宇宙のどこから来て、どこへ向かうのだろうと考えるでしょう。この問いは、科学の中でも、特に哲学的な側面を持つテーマであり、人類がその存在意義を見つめる際の重要な指針となります。メトシェラ星の謎は、私たちに宇宙の中で、人類がどれほど小さな存在であるかを気づかせてくれます。同時に、私たちがその広大な宇宙に挑む力と知性を持つ特別な存在であることを再認識させてくれます。宇宙の謎を解くことは単なる知識欲の満足ではなく、宇宙における私たちの位置を理解するための鍵でもあるのです。未知への挑戦が描く未来、科学の冒険には終わりがありません。メトシェラ星の謎を解明するその先には、さらに多くの問いが待ち受けているでしょう。その問いを追い続けることが、次世代の科学者や技術者たちの使命です。そしてその先に、人類がこれまでに見たことのない新しい未来が広がっていることでしょう。あなたが見上げる夜空には、数えきれないほどの星々が輝いています。その中には、宇宙誕生の秘密を知る星、私たちの理解を超えた可能性を秘めた星があるかもしれません。それらを探求する旅は、終わりなき冒険の始まりです。科学の進歩は、ただ未来を描くだけではありません。宇宙の謎に挑むことは、私たちが人類として、どのようにこの世界と向き合うべきかを問い続けることであり、その答えを見つける旅なのです。未来は未知の中にこそある。その扉を開くのは、私たちの好奇心と挑戦の意志です。新たな発見への期待、無限の可能性を秘めた宇宙探求。宇宙の探求は、まるで無限の地図を広げていくような作業です。その地図には、解明されたエリアと未知の闇に包まれたエリアが共存しています。そして、どんなに進歩した観測技術や理論であっても、地図の全体像を把握するには、まだ遠い道のりが残されています。しかし、この終わりなき挑戦こそが、科学の最大の魅力であり、人類の冒険心を支えてきた原動力なのです。メトシェラ星のような存在は、
その冒険心をかき立てる謎そのもの、宇宙の年齢を超える星がなぜ存在するのかという問いは、宇宙の構造や進化の根本に関わるテーマであり、科学者たちの好奇心を刺激し続けています。そして、これからの発見がどのような形で私たちの宇宙観を変えていくのか、期待は高まるばかりです。観測技術の飛躍と宇宙初期への窓。近年の観測技術の進歩は目覚ましいものがあります。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 JWST は、その象徴的な存在であり、これまで見えなかった宇宙初期の現象や、形成直後の星々に関する情報を私たちにもたらしています。その収集データの中には、もしかすると、メトシェラ星の謎を解く鍵が隠されているかもしれません。また、地上の観測技術も進化を続けています。最新の天文台や望遠鏡は、これまで以上に精密なデータを提供しており、恒星の年齢測定や宇宙の膨張速度に関する研究に寄与しています。例えば、次世代の大型地上望遠鏡 ELT は、観測解像度と感度が飛躍的に向上しており、遠く離れた天体や宇宙誕生直後の状態を詳細に捉えることが可能です。こうした技術の進歩により、これまで観測の限界されてきた宇宙初期の星や銀河について、新しい知見が得られると期待されています。その中には、メトシェラ星が示す宇宙より古いという矛盾を解明する手がかりが含まれているかもしれません。ダークマター、ダークエネルギー、そして新たな理論の台頭。メトシェラ星の謎を考えるとき、私たちは物理学の根本的な問いに向き合わざるを得ません。現代宇宙論の中核をなすのは、ダークマターとダークエネルギーの存在ですが、その正体は依然として不明です。これらの見えない物質とエネルギーが宇宙の進化に与える影響を理解することで、恒星の年齢や宇宙の構造についての新しい解釈が可能になるかもしれません。さらに、現在の科学理論では説明できない現象を解明するためには、全く新しい物理法則や仮説が必要となる可能性があります。例えば、宇宙の膨張速度が異なる時間軸を持つ領域が存在するというアイデアや、ビッグバン以前の宇宙の状態を示す痕跡が発見されることによって、私たちの宇宙観そのものが再定義されるかもしれません。科学の世界では、既存の理論では説明できない事実が、新しい理論の誕生を促してきました。メトシェラ星の存在もまた、そうした理論的進化を後押しするきっかけとなるかもしれないのです。未知への誘い、星が語る未来への物語。夜空を見上げるとき、無数の星が輝いています。それぞれの星が何十億年という時を経て、今私たちの目に届いているという事実には、ロマンを感じずにはいられません。そして、その中には、メトシェラ星のように、宇宙の謎を秘めた存在が含まれているかもしれません。メトシェラ星は、ただの古い星ではありません。それは、科学の限界を映す鏡であり、私たちに新しい問いを投げかける存在です。この星を研究することは、単に年齢の矛盾を解消することではなく、宇宙そのものの成り立ちを再定義し、人類の未来を描き出す作業でもあります。宇宙より古い星が存在するのか？という問いに答えることは、未知への探求心そのものです。そして、その答えがどのようなものであれ、新しい疑問が生まれ、探求は続くでしょう。科学は終わることのない冒険であり、次の発見は、あなたの好奇心と探求心によって生まれるかもしれません。メトシェラ星が語る物語は、私たちに星空の美しさの奥にある科学の深遠さを教えてくれます。次に夜空を見上げたきっと新たな視点で星々を見ることができるでしょう。それらの光が示す未来の物語に耳を澄ませてみてください。それはきっと人類の次なる冒険の始まりを告げているはずです。科学の進歩は終わりなき旅。そして、その旅の地図を描くのは私たち一人一人の探求心です。未来の驚きと感動はまだ見ぬ宇宙の中で待っているのです。科学が進化するほど私たちは宇宙についての新たな謎に直面します。メトシェラ星やその類似の古い星々の存在は
ビッグバンという宇宙の始まりの理解に挑戦を突きつけます。もしかすると、この星々は宇宙のさらなる深い秘密を隠しているのかもしれません。次世代の観測技術や理論がこの謎を解明し、私たちの宇宙観を再定義する日は近いかもしれません。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この驚きの科学と未解明の謎について、皆さんの考えや意見をぜひコメントで教えてください。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。それでは、次回の冒険でお会いしましょう。